もしセクハラが罪に問われない組織で働くことになってしまったら、2020年アメリカテキサス州ヒューストン、基地で何かあったんでしょ？ママに話してごらんなさい。母親にそう話しかけられていたのはバネッサ・ギーエン。2年前にアメリカ陸軍へ入隊し、陸軍最大の基地フォートフットへ配属された女性でした。幼い頃から兵士になることを夢見て鍛錬を重ねてきた彼女は、運動能力も男性顔負け。そんなたゆまぬ努力で勝ち取った陸軍への入隊でしたが、バネッサは入隊から数年間ずっと浮かない顔をしていたんです。陸軍があんな場所だとは思わなかった。内に秘めていたその思いを母親に打ち明けたバネッサ。彼女が語った内容は上官からの度重なるセクハラ。でも大丈夫、絶対自分で解決してみせるから。弱音を漏らしてしまったものの、バネッサは母を心配させまいと気丈に振る舞います。そうやって決意新たにまたフォートフットへ向かったバネッサ。彼女はこの後コンクリ詰めの遺体となって発見されるんです。コンクリ詰めの遺体となって発見された若き女性兵士。性被害を受けた彼女がなぜ死ななければならなかったのか。世界中の人々を巻き込んだ彼女の意志は死してなお不正と戦い続けたんです。おざっす。最近腹筋ローラーやってんだけど、あれめっちゃきつくね。ケンちゃんです。焼き芋が食べたいヤミコです。最近焼き芋食べながら腹筋ローラーしてるんですけど、結構きついよあれ。プラマイゼロじゃない？でもあれでしょ？私もやったことあるからわかるんだけど、いきなりつま先と手だけじゃ無理でしょ？膝立ちからでしょ？膝でやっててちゃんときつい。でもなんか腹筋ローラーを1年間続けてみたいな動画上げてる人いたわよ。伊之助のさ、マスクみたいなかぶってああ、そうそうそう。でもあれが本当だったら。ね、あなたも確かにね、もう将来はここだけくり抜いて出演することになるわ。いやいや、格付けでめっちゃ負けたやつみたいになってるじゃん。全部出せよ、俺。本日はですね、現代人のね、多くの方がね、葛藤をね、抱いている社会問題に切り込むというね、話で、現代のね、理不尽シリーズということで、今回のテーマは、セクハラについてなんです。セクハラね。このセクハラもさ、もうダメだっていうことはもうみんな知ってることで、ずっと前から言われてきたことだけどさ、未だになんか深い問題じゃない？そうっすね。絶対やったらさ、人を傷つけるのもそうだし、社会的制裁も受けるって分かってるのに、なんでまだやる人いるんだろうと思っちゃうよね。いや、それもそうだし、なんか線引きが難しかったりするからさ、その男性の方は意識なくやっちゃったりするでしょ？受け手によって決まったりするもんね、あれね。そうそう。だからなんかもう女性にとってはもちろんね、難しい問題だけど、男性にとってもめちゃくちゃ考えないとね、なかなか対策できないような問題よね、これね。まずはですね、そんなセクハラからね、身を守るってことも大事だと思うんで、実際のね、事件に絡めてセクハラの対処法っていうのを皆さんと一緒にね、学んでいければと思います。そして今回ご紹介する事件なんですけど、組織内にはびこっていたセクハラ。それはですね、一人の女性の失踪から浮き彫りになってくるんです。一体その女性はなぜ失踪してしまったんでしょうか。もみ消された苦言。2020年4月22日、舞台はアメリカテキサス州キリーニ。おかしいな、もうそろそろ勤務時間も終わる頃だろ。スマホを片手に首をかしげたその青年は、ベタビアス・テイハイタワー、アメリカ陸軍最大の基地フォートフットに勤める若き兵士でした。彼が怪げに思っていたのは、同僚の女性へのメールにもう何時間も既読がつかないため。女性の名はバネッサ・ギーエン。一緒に筋トレやジョギングをする仲だったバネッサとハイタワーは、この日の仕事終わりハイキングに行く約束をしていたんです。バネッサからの返事を待っているうちに、時刻は夕方6時に。一向にメールを見ようともしない彼女に違和感を覚えたハイタワーは、バネッサの寮や彼女が行きそうな場所を探すことに。そしてそれは彼がバネッサが働いている武器庫を訪れた時。絶対におかしい。なんとそこにはバネッサがいないにもかかわらず、彼女の身分証やキャッシュカード、部屋の鍵などが放置されている状態。その後もハイタワーは血眼になってバネッサを探しましたが、彼女はどこにも見当たらなかったんです。またハイタワーはその日バネッサと一緒に働いていたアーロン・デイビッド・ロビンソンにも連絡を取りますが、彼もまた何も知らず。バネッサが武器庫にいる間、特に会話はしてないぞ。その後駐車場まで送ったけど、その時も何も言ってなかったな。アーロンは寝起きのような声でそう言うと、早々に電話を切ってしまいました。陸軍の基地の中なんてもう何からも守られてるようなところじゃない？でもなんか安全な場所じゃなかったってこと？当時のね、状況を考えれば、このフォートフットという基地は安全とは言えなかったんです。
バネッサが失踪した翌日の2020年4月23日、同僚ハイタワーの報告により、陸軍犯罪捜査部 CID と警察による捜査が開始。フォートフットの兵士たちも数千人が基地周辺の捜索に協力しました。当然、バネッサの家族も近隣の店への聞き込みや周辺の捜索に奔走。ただ、捜索を行う中でも、バネッサの家族は軍に対し大きな不信感を募らせていました。どうして軍はバネッサがいなくなった日、何があったかを教えてくれないの？まさか前にあの子が話してたことと何か関係があるんじゃ。バネッサが失踪したその日、家族はすぐにフォートフットへ駆けつけましたが、詳しい状況説明はなく、娘への質問は全てはぐらかされていました。家族にとって軍のその対応はバネッサがかねてから悩んでいたある問題に関係していると思えたんです。2018年6月、バネッサは母グロリアに向かい、晴れやかな表情でこう言いました。じゃあママ、しばらく家には帰れなくなると思うけど元気でね。当時高校を卒業したばかりの彼女は陸軍の入隊試験に合格し、この日から小型武器の修理工として訓練を受けることに。幼い頃から兄のピストルのおもちゃで遊び、大人になったら軍人さんになりたいと口癖のように話していたバネッサ。学生時代はウェイトリフティングやサッカー、陸上競技などのスポーツに励み、体力作りに勤しんだ彼女はついにその夢を叶えて見せたんです。一方で母グロリアは意気揚々と初めての訓練へ出かけていくバネッサを複雑な思いで見送っていました。そう、母グロリアはバネッサが幼い頃からずっと陸軍に入りたいという彼女の夢に反対し続けていたんです。そうやって陸軍での日々に身を投じた娘の姿に嫌な予感を覚えていたグロリア。その予感は数ヶ月後現実となります。陸軍の基地は思ってた場所と全然違った。本当にくだらない。念願の陸軍に入隊したと思った矢先、バネッサの SNS には軍での日々を嘆く投稿が軒を連ねるように。男勝りな運動能力を持つバネッサのこと、その悩みの種は日々の訓練の厳しさとはまた別のところにあったんです。ねえバネッサ、基地で何かあったんじゃないの？ある日、週末の休みを利用して帰省していたバネッサに向かい、心配そうに声をかけた母グロリア。すると彼女は少しためらいながらも悲しそうな顔をしてこう言ったんです。同僚の女の子が上官に襲われたんだって。それでその子、軍の上層部に被害を訴えたんだけど、ろくに取り合ってもらえなかったって。バネッサのこの話を聞いて、母グロリアはすぐに察しました。ねえ、もしかしてあなたも嫌がらせを受けてるんじゃない？無言でうなずいたバネッサ。そう、彼女もまた上官から複数人での行為に誘われる、トイレを覗かれるなど過度なセクハラを受けていました。母グロリアが陸軍への入隊に反対していたのは、男社会の軍隊において女性のバネッサが理不尽な思いをする機会が必ずあると予感していたから。その予感はバネッサが入隊してすぐに的中してしまったんです。いや、ここまでえげつないのはなかなか聞かないわね。もう訴えて叱るべきレベルじゃない、こんなの。まあ、ここまでね、そのあからさまっていうのもね、ひどいんですけど、そもそもね、巷にこう溢れているセクハラの定義って一体どんなもんなのかっていうのもね、まあ皆さんもだし、僕らも知っといた方がいいと思うんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、セクハラの定義について。国家公務員のために定められた人事院規則によれば、セクハラの定義は他者を不快にさせる的な言動、またはセクハラによって勤務環境が害されたり、勤務条件で不利益を被ったりすることを指します。難しいのは的な言動の定義が曖昧なこと。このボーダーラインは受け取った人が不快に感じるか否かに委ねられるんです。セクハラに該当するかどうかに本人にそのつもりがあるかどうかは関係ありません。例えば彼氏はいるのなどの会話でも、受け取った本人が不快だと感じればセクハラに該当するんです。もうこういうセクハラかどうかスレスレのさ、ことを女性がされた時って、女性がどんな対応するか決めてないと困っちゃうわよね。基本的にはね、そのセクハラかどうか断定できないような時には関わんない方がいいです。立ち去るっていうのがね、一番。なんでかというと、セクハラするようなやつってその嫌がる相手の反応を見て喜んじゃったりするんですよ。だからまずはそこから非難するっていうのがね、一番大事かなと思います。バネッサの話を聞いた母グロリアは上官からのセクハラに対し法的措置を取ることを勧めました。しかし母のその言葉を受け、バネッサは思い直したようにこう言います。大丈夫、やっぱり自分で何とかするから心配しないで。その日のバネッサを思い出し、母グロリアは言い知れぬ胸騒ぎに襲われていました。あの子、ひょっとして自分で軍の上層部に立ち向かって何か良くない目にあったんじゃ。そう考えるとね、セクハラを訴えて、その結果、良くない目に遭わされちゃった口々のためにみたいな可能性もあるわよね、これね。まあね、まあここからなんですけど、母グロリアのね、嫌な予感っていうのは、またしても的中してしまうんでしょうか。愚かな隠蔽工作。
バネッサの家族が訪ねても彼女の失踪について詳細を何も語ろうとはしないフォートフットの上層部。バネッサの家族は彼女の行方を追う日々の中でもそんな陸軍への抗議活動を展開していきました。軍は何をしてるの？最先端の技術と精鋭を揃えながら未だに何もわからないなんてありえない。何か隠蔽しているに違いないわ。家族の抗議活動はツイッター上で I am バネッサギーエンというハッシュタグ運動に発展。エジプトの軍事基地でもポスターが作られるなどその勢いは世界へと広がっていきました。そして迎えた2020年6月13日、フォートフットのゲート前に数百人のデモ隊が集結。猛抗議に押され、陸軍犯罪捜査部の CID はバネッサの失踪に対する見解を説明する必要性に駆られます。しかし CID が説明したその内容は到底世間を納得させられるものではありませんでした。バネッサ議員一等兵は何らかの犯罪に巻き込まれた可能性があります。しかし軍内部でのセクハラの事実は確認できませんでした。そう、 CID はバネッサの失踪の事件性を認めながらも軍内部のセクハラ疑惑については一切否定したんです。そんなはずあるか。女の子が一人いなくなってるのによくもそんなこと言えたな。 CID の発言にさらに反感を強めるデモ隊。そしてこのタイミングでついにバネッサが発見されることになるんです。それはバネッサの失踪から約2ヶ月が過ぎた2020年6月30日。一体何の匂いだ。眉間にシワを寄せてそうつぶやいたのはテキサス州ベルトンを流れるレオン川のほとりでフェンスの修理を行っていた工事業者の男性。彼は匂いの元をたどり川のすぐそばまで歩みを進めます。するとそこにあったのは土が掘り返され、その下からむき出しになったコンクリート。そしてコンクリートの隙間からは黒い人毛がはみ出していました。うわー、そう、コンクリートの下に埋まっていたのは紛れもなくバネッサの遺体。遺体は細かく解体され原型をとどめていませんでしたが、後の検視によりその事実は疑いようもなくなったんです。えげつなさすぎる。これは気になるのはね、このバネッサをコンクリ詰めにした犯人なんですよ。一体ね、この犯人何者なんでしょうかっていう話ですね。実のところ CID は容疑者のスマホの通信履歴から事件当日その人物が現場のレオン川を訪れていたことを特定していました。その人物とはなんとバネッサが失踪したあの日彼女と一緒に働いていた同僚アーロン・デイビッド・ロビンソン。バネッサが武器庫にいる間特に会話はしてないぞ。その後駐車場まで送ったけどその時も何も言ってなかったな。寝起きのふりをしながらそう言っていたアーロンですが、バネッサの友人ハイタワーが電話をかけたその時彼はまさに隠蔽工作の真っ最中だったんです。 CID はすぐさまアーロンの逮捕へ動きますが、彼は遺体発見の事実を知るとフォートフットから逃走。その日の深夜0時を回った頃基地のすぐ近くで警察に発見されるんですが、アーロンさんですね。警察がそう言ってアーロンへ歩み寄った次の瞬間、彼は自分の頭を撃ち抜きその場で自殺してしまったんです。そして実はアーロンはバネッサにセクハラを働いていた上官とは一切無関係。結局軍がセクハラ隠蔽のためにバネッサを消したという説は間違いだったと結論付けられたんです。だとすればなぜアーロンはバネッサを殺害したのか、その真の理由はこの後彼の共犯者から明かされることに。意外。何、セクハラ隠蔽するためじゃなかったわけ？じゃあだとしたらアーロンとの間に別の確執があったってことにならない？それなんですけど、共犯者がね明かした真の犯行動機もセクハラのね隠蔽と同じぐらいねくだらないものだったんですよ。不正に立ち向かった女性。犯人のアーロンが自ら命を絶った一方で、警察は遺体の隠蔽工作を手伝った罪で共犯者のセシリー・アギラルを逮捕していました。逮捕の決め手は事件の日のアーロンのスマホの通信履歴。この日アーロンはセシリーと何度も連絡を取っており、現場のレオン川からの電話もセシリーへのものだったんです。彼女は逮捕から2年間無実を主張し続けていました。しかしバネッサの遺族の抗議活動に賛同者が集まる時勢が後押しし、2022年11月29日証拠改ざん、虚偽供述など計4件の罪を認めることに。セシリーが語った事件の真相は次のようなものでした。2020年4月22日午前10時30分頃、その日バネッサはアーロンが管理する武器庫へ武器のシリアルナンバーを確認しにやってきていた。2人はそれぞれに業務をこなしており、特にお互いを気にすることもなかった。しかしある時点でその沈黙を破ったのはバネッサだった。ねえアーロン、ちょっと気になるものを見ちゃったんだけど。突如ひどく冷めた声色でアーロンを呼んだバネッサ。アーロンが彼女の元へ向かうと、お前それ。バネッサが手にしていたのは棚に置きっぱなしになっていたアーロンのスマホ。そのロック画面にはこの後彼の共犯者となるセシリー・アギラルとのツーショットが映されていた。実のところセシリーはこのフォートフットで働く別の兵士の妻。その写真はアーロンと彼女との不倫を物語っていた。頼む、このことは誰にも言わないでくれ。必死に懇願するアーロン。しかしバネッサは冷たくこう言い返した。上に報告しておくね。やっぱり不倫はダメよ。
不倫は軍の規則に反する。チクられたら俺は終わりだ。武器庫を去ろうとしたバネッサの後ろ姿を見ながら焦りを募らせていくアーロン。彼は工具箱からハンマーを取り出すと無我夢中でバネッサを追いかけた。バネッサをハンマーで撲殺した後、アーロンはその遺体をキャスター付きのコンテナに入れ、武器庫から運び出しました。そこから不倫相手のセシリーと連絡を取り、2人でレオン川へ、そして川のほとりでバネッサの遺体を解体し、穴を掘って埋めた後、コンクリートを流し込んで隠蔽したんです。遺体は 2,3 年は見つからないというのが2人の算段でしたが、野生動物が土を掘り返したことでコンクリートがむき出しに。こうしてバネッサの殺害から2ヶ月後、犯行の事実が明るみに出ることになったんです。2023年8月14日、遺体の隠蔽工作を手伝ったセシリに下された刑は禁錮30年。結局事件は軍内部のセクハラ問題とは無関係とされています。ただその間抗議活動を続けた遺族の思いはちゃんと報われていました。抗議の煽りを受け、陸軍内ではセクハラ問題の調査委員会が設立。調査の結果、14人の上級将校が懲戒処分になったんです。さらに2022年にはそれまで軍の司令官に捜査の権限が委ねられていた軍事裁判において外部の検察官の関与を認めるバネッサ議員法が制定。バネッサの殺害がセクハラと無関係だったとしても、彼女が不正と戦い軍の体制や法を変えたことは紛れもない事実なんです。2019年の厚生労働省の調査によると、セクハラをされても特に何もできなかったと答えた人の割合は全体の 63.4%。 上司や会社の相談窓口、労働局へ相談する人の数は圧倒的に少数派なんです。もしセクハラに悩んでいるとしたら、まずは人に相談することから少なからず状況は変わっていくのではないでしょうか。